こんにちは。はい、前回2026年の上半期ベスコスをご紹介させていただいたんですけど、その時に珍しくっていうか最近私が個人的にハマってるんですけど、サイド低めで柔らかいカラーを使ったメイクをしたんですね。そしたらこの時のメイクが見たいですっていうリクエストが多かったので、今日はそちらをやっていこうと思います。じゃあまず下地から塗っていきます。私が欠かせない下地、ホリカホリカのプレップコアハイドログリップベース、これはこんな感じの透明のちょっとジェルっぽいテクスチャーのベースで、エスポアの方が正直夏向け、ちょっと皮脂をこう抑制してくれるような感じでエスポアもいいんですけど、最近私クーラーとかで乾燥を感じるんですね。なので私はちょっとまたホリカホリカに戻ってきたというか、この間韓国のメイクさんとか韓国のカメラマンさんが写真を撮ってくださるフォトスタジオにお邪魔したんですね。でその時に私お会いしたことある方とか、韓国に行った時とかはもう全部お任せするんですけど、あと朝早すぎる時とかちょっと時間がある時は私本当にベースにこだわりがあるので、自分でメイクしていくことがあるんですね。で今回もちょっと自分でメイクしていったんですよ、ベースだけ。そしたらもうめちゃめちゃ褒めてもらえて、その韓国のメイクさんもなんかベースを仕上げてきてくださる方がいるんですけど、やっぱり仕上がりを見て落としちゃうことが多いんですって言ってたんですね。やっぱりメイクさんも綺麗な写真を撮りたいから、当たり前に自分でメイクするより上手じゃないですか。だから結構落としちゃうっぽいんですけど、ミライさんのベースがめちゃめちゃ綺麗なので、もうこのままでいきますって言ってくださって、その時にやったベースメイクを今日もやりますね。こんな感じでちょっと、言い方悪いですけどベタベタ、よく言うとすっごいしっとり、このままで大丈夫かなって思うんですけど、このペタペタのまんま次の工程をやることで密着力が高まるので、この上にベースを仕込んでいきます。 VDL のトーンステインカラーコレクティングプライマーのブルー、一応 SPF20PA2 プラス入っている下地で、やっぱり、写真を盛りたいとか加工できたらいいんですけど、加工できないシーンってあるじゃないですか。そういう時とかはやっぱりこういうブルーのトーンアップ系の下地で、もともとめちゃめちゃ肌白いですみたいな感じを演出してます。こういうスパチュラでとにかく夏ってよれるじゃないですか。もうコツはスパチュラで薄く薄くミルフィーユのように重ねることなんですね。こんな感じで、なるべく顔の中心は多めにしたいから、こう外に向かってグラデーションになる感じで置きます。顔周りは膨張させたくないので。そしたらこちらの6プラスの多機能メイク用スポンジパフドロップ、私はパフ2個使いするんですけど、まずこういうちょっと立体の雫型のスポンジで、ビムビューティーのキープコンフィデンスミスト、これは仕上げ用ミストなんですけど、フィッティングミストとしても私は使ってます。水を含ませてきたんですけど、軽くミストかけて、絶対に私はよれたくないのでスキンケアをとにかく保湿します。私は結構乾燥肌気味なので、化粧水は3回ぐらい重ね塗りして、クリームとか乳液は少なめで、メイクする前にティッシュオフしてます。ちょっとあんまり塗りすぎちゃうとメイクよれの原因になっちゃうんで、メイクを崩したくない時はとにかく欲張らない。ほんとこれは顔にレフ板を当てたかのように顔色をパッと明るく見せてくれるので、ちょっと指とかでのせちゃったりするとムラになりやすいから、私はスパチュラでのせてます。こう凹凸を出したいところはのせない。これだけでも結構めちゃめちゃ白くなった。こちらのアバウトトーンのスキンレイヤーフィットファンデーション23のナチュラル、最近私がハマってる自然な凹凸感を出すベースメイクのやり方があるんですけど、ちょっとお値段が2倍かかっちゃうんですけど、気に入っているファンデーションを一番明るいカラーと一番暗いカラーを用意するんですね。でまずこの一番暗いカラー、なんか私よくギフティングで
いろんなカラーを送ってもらうんですね。だけど一番明るいカラーと一番暗いカラー2色だけ持ってれば、あとは自分で調合というか調色して自分好みのカラーが作れるじゃないですか。一番暗いカラーをこのシェーディング入れる顔周りにスパチュラで薄く伸ばします。そしたらスポンジで優しくなじませます。これはちょっと時間がある時しかめんどくさくてできないと思うんですけど、このやり方をやるとシェーディングが例えばうまくできませんっていう人でも自然に凹凸感がつけられるし、このスティックのシェーディングとか私もよく使うんですけど、それだとちょっとぼかすのが大変だったりとか、写真映えはするけど実際会った時に意外とこう横から向いた時めちゃめちゃシェーディング入れてますみたいな人いるじゃないですか。私も多分やっちゃうと思うんですけど、自分じゃ気づけないぐらいうまくこうシェーディングがグラデーションになってないというか、私はもう一番明るいカラーとかが好きだけど、ちょっと思ったよりも暗めのファンデーションとかをいただくことがあるじゃないですか。例えばプレゼントとか、せっかくくれたのに自分が好きなカラーよりもちょっと暗めだと使いたいのになーってなるじゃないですか。そういう時とかに顔周りに使うんですね。なるべくシェーディングをナチュラルにしたいということで。あとはこういうちょっと細かい筆で、これはツールラボの231番の筆なんですけど、これ私気に入りすぎて2本買ったぐらい。なんか私の鼻横の鼻とほっぺたのこの境目みたいなところがちょっと張ってるっていうか、ここにやっぱり影を入れたいんですね。とにかく私は凹凸感を大事にしてるので、でもここってなかなかシェーディングうまく入れるの難しいじゃないですか。なのでベースの段階から仕込むでぼかします。でそしたらいつも使っているこちらのアバウトトーンのスキンレイヤーフィットファンデーションの19フェアをこの手の甲をちょっとパレットだと思ってちょっと出すんですね。この明るいカラーと暗いカラーをちょっと混ぜます。でちょっとさっきのせた暗いカラーにかぶせる感じで入れます。本当に私も時間がある時とかしかあんまこんな丁寧にできないんですけど、本当にこのベースメイクのやり方やったらすごく写真撮った時もシェーディングをがっつり入れてる感じはないのにいつもより小顔に見えたりとか、その日も本当に天気がめちゃくちゃ良くってかなり暑かったんですね。本当によれにくくて、アバウトトーンって割とツヤというよりかはセミマットなんですけど、ホリカホリカと多分相性がよくって程よいツヤ感も出してくれるんですよね。でその日お友達と珍しく夜カラオケに行ったんですね。で帰ってきてもう化粧ヨレヨレだろうなと思ったらベースがあんまり崩れてなかったんです。 100% 崩れないかって言ったらもうそれは嘘になるので 100% とは言わないんですけど、思ったより全然崩れてなくて、暗い色使いましたかって思うぐらい自然にめっちゃ綺麗なグラデーション。ほんと一回やってみてください。私はちょっと鼻を短く見せたいので鼻の中心にも暗いカラーをのせます。これは本当にやった本人しかわからないぐらいのナチュラルさなんですけど、でも私はこれも結構変わる気がします。丁寧にやる時間がないって時は私はアバウトトーンのこの明るいカラーとヘラのリフレクションスキングロー 13N ポーセリンっていう一番明るいカラーがあるんですけど、ちょっとこすんですね。アバウトトーンは結構セミマットでヘラは割とツヤ系なんですね。これを混ぜると本当いいとこ取りになるので、薄く広げてる暇ない時はこうやってちょっと筆で多めにのせるじゃないですか。そしたらもう私の大好きなパフがあるんですけど、こういうちょっと厚めのパフでビムビューティーのこのフィックスミストをかけてなじませると、多くのせてもこんな感じでめちゃくちゃハイカバーだけどツヤ感もあって撮影映え向きな肌を作れます。なんかもっとナチュラルで絶対よれたくない人はさっきみたいなスパチュラメインで薄付きの肌がいいんですけど、ヘラと
アバウトトーン混ぜるのもめちゃくちゃおすすめです。こんな感じの、ちょっと真っ白すぎないって思うんですけど、後で首の色を合わせたりとか、チークとかアイシャドウするとちょうどよくなるので、一旦これで。こちらパートパーセントのドットオンヌードリップペンシルの3番、これでちょっと涙袋とかノーズシャドウを描いていきます。こう全部引いちゃうと鼻が長く見えるので、私はちょっとここを削りたいみたいなところをちょっとポイントで入れるようにしてます。で、最近小鼻を小さく見せるためにここにも入れてます。ノーズシャドウとかは割と適当に入れてもぼかせば馴染むので、アバウトトーンとヘラを混ぜるとハイカバーなのにすごい肌も綺麗に見えるし、ちっちゃい細かいニキビ跡とかも全部消してくれるので、最近このやり方ばっかりやってます。ノーズシャドウは眉頭にここに入れるよりかはちょっと眉下のこのアイホール側に入れてます。なんかやっぱここに入れるよりもこっちに入れた方が鼻が短く見えるので、そしたらこちらのアバウトトーンのスキンレイヤーフィットブラッシャーの W05 番、これも前回ご紹介したんですけど、こういう感じのなんかほんとコンシーラーとチークのいいとこ取りをしたアイテムですよってお伝えしたんですけど、今度そのなりすましについてちょっと喋りたいことがあるので、ちょっとゲットレディ with me に撮らせていただきますね。ちょっとこれはないなっていうのがあったんで、こんな感じでちょっとポイントで置きます。こういうちっちゃいパフでなじませます。ぼかすとこんな感じです。こちらミルフィーのリキッドチークの3番、これをちょっと中心にのせて、今ちょっと思い出しながら自分の写真を見てメイクしてるんですけど、実はこれ撮るの2回目で一昨日撮ったんですね。だけどほんと納得できなくって再撮しております。ちょっと周りにさっきのアバウトトーンをのせて、アバウトトーンの方がちょっと薄めなので周りをぼかすようなイメージで、この日結構チーク広めに入れてる気がします。この辺も入れてる気がする。小鼻よりも下には絶対に入れない。周りをぼかします。こんな感じで、なんかミルフィーは割とファンデーションがよれなくてすごく好きなんですけど、他のリキッドチークがちょっとファンデーションがよれちゃうというか、そういう時はリキッドチークを置いたら5分ぐらい置いてからなじませるとよれにくいです。のせてすぐぼかしちゃうと、このミルフィーは本当によれなくて優秀なんですけど、他のやつで試したら結構ファンデーションが剥げやすかったので、結構頬の外側まで塗ります。このウェイクメイクのキティちゃんのシェイキングブラチークもすごい可愛いんですけど、これはちょっと時間置かないと割と剥げやすかったので、これも色が可愛いんですよ。毒じゃないですか。一旦放置します。アイメイクとか他の工程を済ましてなじませるとよれづらいです。リーントのウンチョライトベールカラーコレクター914番、これは本当写真をとにかくよく見せたい時に使うんですけど、リキッドのハイライトみたいな感じで、こんな感じ。前回そういえばなんか尺短いなって思ってたんですよ。そしたらなんと小鼻横にものせます。クッションファンデを紹介してるシーンをちょっと入れるの忘れてて、アップした後に気づいたんですよね。もうすぐ9点目変わりが始まるので、その時に推しのクッションファンデをまたご紹介しますね。私はこの小鼻の横とかちょっとくぼみやすいとことか口角のところとか、ここはくぼんでていいんですけど、その下はこの辺前に出したいのでのせます。これはちょっと早くぼかさないと逆に密着力が高すぎてぼかすのが大変なので、指で一旦タップしてでスポンジで押さえます。やっぱりこれはパープルカラーのハイライトなので、すごい一気に透明感が出るんですよね。こうやって他の工程を済ましたら忘れないようにチークをぼかします。
優しく周りをぼかしてからちょっと中心をポン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 と押さえます。そうすると全然よれないので。そしたらちょっと軽くパウダーします。ビムビューティーのキープコンフィデンスパウダー。私的にこのビムビューティーのパウダーは粒子がめちゃくちゃ細かくって、こうやって蓋がついてるのもいいし、ちょっとこうやって蓋でパウダーを取ってからパフにこうやってつけたら揉み込みます。やっぱ顔の周りってこうめちゃくちゃ髪の毛がひっつくので、押さえる感じで残ったパウダーでちょっとおでこだったりとか、私はこのリキッドのチークのところはパウダーいつもしないので、筆に取ったら眉毛を描きやすくするために眉毛のところにパウダーのせます。ここに油分が残ってるとめちゃくちゃ眉毛が描きづらいので、コアなこすっちゃうとファンデーションが結構よれちゃうのでポンポンのせます。この小鼻周りって別に何て言うんですかね、光がいらないというかテカってほしくないので、ちょっと払って軽くパウダーのせます。余分なパウダーを落としてから、韓国のメイクさんとかアイシャドウの発色を良くするためにあえてここにパウダーをのせないっていう方がいたんですけど、私的にはパウダーをのせた方がちょっと自分的にはアイシャドウがのせやすいので、割とサラサラするぐらいのせます。涙袋のとこにもパウダーのせて、私的にはこのパウダーが結構よれづらい気がするので愛用しております。で一旦ベースが終わった状態でフィッティングミストを遠くからかけます。こう軽く押さえて、アイシャドウはベイクメイクのソフトブラーリングアイパレットの30番。まずこちらのカラーでアイホール全体に入れていきます。結構横長に目尻の延長線上、ちょっとこちらのピンクを重ねます。同じカラーを涙袋にのせていきます。上のアイホールとちょっとつなげる感じでこの色を混ぜながら二重幅に入れていきます。ちょっとこの濃いめのカラーで目尻だけ、そしたらこの薄いピンクをちょっと重ねます。この色とかをちょっと混ぜながら涙袋を描きます。こちらのカラーでデジャブのパウダーペンシルアイブロウトープベージュ、これでちょっと一旦クリューブラシでなじませて上から下に吹き出すような感じで眉毛を描いていきます。ちょっともう文字消えちゃってるんですけど、ザ・セムのこのコンシーラーペンシルで余分な線を消していきます。これがあれば本当に眉毛を失敗しても大丈夫。こちらはデジャブのシアーカラーブロウ、ちょっとピンク味の入ったカラーでそしたらまつげをやっていくんですけど、ちょっとビューラーしていきます。その前回の動画が地まつげのメイクだったんですね。ほんとつけまつげとかしてなくて、ちょっと今回つけまつげをするかすごい迷うんですけど、やっぱ地まつげ竹串とかライターとか使っちゃうので結構まつげ傷んじゃうんですよね。なので逆につけまつげとかの方が私はまつげが伸びるんですけど、もうデジャブのマスカラとエチュセのトップコートを買いました。すごいまつげが綺麗なお友達がいて「それ地まつげすごいね」って言ったら「この2つめっちゃいいよ」って教えてくれて買ってみたんですけど、確かこれを最初に使ってからこれ塗るって言ってた気がするんですよね。でもこれトップコートだけどち
ょっと一旦やってみますね。なんか片側がギザギザしてる。確かにすっごい綺麗になんか束感が作れる気がします。ホットビューラーを温めます。こちらのデジャブのフォルミングブラシのブラック、結構太いんですね。その子はマツパしてたんですっごい綺麗だったんですけど、私はマツパしてないので同じようにはできないと思うんですけど、確かにめちゃめちゃ伸びる。どうですか？結構すごくないですか？最近まつげ傷んでて、ちょっとマッツイクしなきゃって思ってた割にはすごい伸びた気がする。ちょっと粘膜引いてないんでちょっと気持ち悪いけど、軽くエトゥセで下まつげも塗ります。私は割と垂れ目寄りなので、ここまでのせるとかなり垂れ目に見えるので黒目下しか塗らないです。確かにこのエトゥセのラッシュトップコートって書いてあるんですけど、なんか透け感のあるブラックでちょっとキングダムに似てる気がする。すごい使いやすいです。目の粘膜を埋めていきますね。キャンメイクのクリーミータッチライナーの3番。これが本当に黒すぎず茶色すぎずめちゃめちゃ描きやすくて、これ本当にマスト。サナシューティングリキッドアイブロウ4番。ちょっとだけ。オフラのミニハイライタークラウド9番。ロム&のベターザンコントゥア02番。軽くシェーディングを足していきます。ここに影を入れると顎が前に見えるというか、さっきもうベースでちょっと陰影つけてるので本当に軽くなじませる感じでシェーディング入れます。そしたらリップして終わります。ハートパーセントのドットオンムードリップペンシルの2番。唇の輪郭を描きます。最後にロム&のグラスティングカラーグロスのクリームシェルですね。そしたらメイクが完成したので髪の毛を直してこようと思います。はい、そんな感じで今日はちょっとサイド低めで柔らかいカラーを使ったメイクをやってみました。最近これはたまたまなんですけど、モルモルメイクっていうそれこそロム&の豆乳コレクションみたいなちょっと柔らかくて淡いカラーでちょっと儚げな雰囲気のメイクがちょっとずつ人気になってるので、ぜひ真似してみてください。これをもうちょっとマットめにしたらよりモルモルメイクっぽくなるかなと思います。ちなみに今日のコンタクトはオーレンズのグロイティアブラウンです。前回も質問あったんですけど同じカラーです。これは私にしては珍しく結構着色直径が小さめで 13.3mm とかなんですけど、なんかブラウンなんですけどちょっとチョコっぽいカラーでめちゃくちゃ可愛いです。私的にはちょっと大きさが物足りないなという感じです。はい、では最後まで見てくださった方ありがとうございました。